信長の首。どうする家康に学ぶ日本史。富士山麓に持ち去られた謎。本能寺で明智光秀に討たれた織田信長の首や遺骸に関しては数々の謎に包まれている。特に不思議なのは、本能寺から400キロも離れた富士山麓の本門寺という寺院に信長の首塚が存在することである。本能寺で一体何が起きたのか、また信長の首がなぜ富士の麓に埋葬されたのかについて詳しく見ていこう。1582年天正10年6月1日、信長は近衛前久らの公家衆を本能寺に招いて茶会を催した。この茶会は博多の豪商鳥居宗室を主客に町衆など60人余りが参加している。信長は始終上機嫌で参加者につくもなす茶入れや白天目茶碗など38品の名品を並べてみせたという。この後信長は日蓮宗の僧侶で本因坊でもある日海と本能寺のカシオ利元の囲碁の勝負を夜中まで観戦している。勝負は引き分けとなり、信長は寝所に引き下がり、日海はそのまま本能寺に泊まっている。やがて皆が寝静まった頃、本能寺を明智光秀の1万近い兵士が取り囲んだ。信長は兵士の時の声を誰かが喧嘩していると思って目を覚まし、森蘭丸に何事かと尋ねた。蘭丸が明智光秀による謀反ですと伝えると、信長は短く是非に及ばず致し方ないと答えたという。明智光秀は当時近畿方面を統括するいわば信長を護衛すべき近衛隊長であった。その光秀が謀反を起こしたのだから信長は仕方がないとつぶやいたのであろう。信長は弓や槍で少しの間は戦ったが、膝に傷を負うと部屋に入り戸を閉めて消えたという。一方の日海は謀反だと知ると信長の側近であった原宗康に声をかけた。原家は信長の近くに仕える武士だが、宗康の父種重と兄清康はすでにこの変の最中に討ち死にしていた。日海は信長が自害したことを宗康から聞くと、信長の首を直ちに持ち出して富士山麓にある本門寺に葬るよう原宗康に命じた。なぜなら本門寺の住職の西順は日海の弟子で、しかも西順は原家の出身者であったからである。宗康は信長の首とさらに父と兄の首を抱え、無事に本能寺から抜け出して数日かけて富士山本門寺にたどり着いている。日順は宗康から話を聞くと手厚く供養した。本門寺の過去帳には、宗慶院信長明智のために死中と書かれている。信長の首塚は本門寺本堂の裏手にあり、柊を墓標にしており、今も信長の首が地中深くに眠っているという。日海は本因坊家の始祖となり、後に江戸の徳川家康にも招かれている人物である。現在囲碁の7大タイトルの一つに数えられる
本因坊戦はこの日海に由来している。まさかの時に信長の首を悠々と持ち出させるあたり、勝負師としての面目躍如である。また信長の遺骸は京都の僧侶によって同じく本能寺から持ち出され供養されたと言われている。本能寺の変には以上のようにさまざまな謎が残されている。生き様がいかにも多くの謎を残す織田信長だが、死後もまたさらにミステリアスである。